やっと来たぞー。大変長らくお待たせしました。本日出荷いたします。ということで、おかちゃんウォーターテンプ3、いよいよです。ということですね、このおかちゃんウォーターテンプを始める前にいろいろ語りたいことがいっぱいあるんです。ということで始めますけれども、これを生むためにはすごいね、生みの苦しみというか、いろんなもう苦労の連続ですごい大変なんです。ウォーターテンプ、1って言われてる昔のタイプですね。あれは、無難に何万個も売れて、東芝が IC を放出しなくなったために、販売中止になりましたけれども、しばらくはね、もう景気も悪かったし、リーマンショックで相当うちも不景気になったし、なかなかこれを作るっていうことは難しかったんだけれども、いろんな状況があって作れるっていうことができたので、2を作りました。開発するのもね、これね、お金かかるのよ。なんだかんだ言って200万ぐらいかかったわけで、800台作りました。そのうち最初の500台は全て、リコールです。ちょっとそのバッテリー電圧が低い車だと最初に画面にヤシオファクトリーの画面から水温の画面に映らないっていうトラブルが発生して、特に180とか 32GTR とかっていうので、リコールを全部回収しました。こんな貧乏ショップがリコールを回収するってこれ大変なことなんだけれども、メーカーとの約束で全部費用を払うっていうことで回収したんだけれども、結局回収費用その他、当然着払いできて元払いで送る、そういったことも全部、うちが払ってメーカーは負担しません。メーカーじゃないね、製造元ね。でいろいろ揉めたんだけれども、結局何言ってもぬかぬくぎ状態で、もうめんどくさいからもうやめちゃおうと、そういう形で、やめたんですよ。もうさすがにもうそれだけのエネルギーを使って全く儲からないことに対して、どうなのかなっていうことで、沈黙してたらメールとかでよく来るのよ。もうなんであれ売らないんですか、作ってください。裏の畑で種まけば出てくるわけではないので、こんな1個や10個ぐらいで物なんか作れないわけね。そういうことが分かってない。そうこうしてるうちにヤフーオークションで4万円とかで取引してるわけよ。2は確か1万8000円ぐらいで売ってたはずなんで、4万円とかで人が作ったね、愛情込めて作ったものがそんな転売されてるっていうので、釈然としない気持ちになって、ちきしょう、もう一回作るかっていう気持ちになりました。で当然開発費を払ってるわけだからデータ等全て回収ということで
したわけですよ。で新しいところにまた作ってもらうっていう依頼をかけていろいろやったんだけれども、肝心なところのデータが全然入ってないという。で何を言ってもまたシカトされちゃって、また新しく開発に金をかけちゃったわけですよ。今回も百何十万かかってるわけね、開発に。でそういう状況下の中で去年の4月、発売を目標にやったんだけれども、結果的に9月ぐらいだったかな、出来上がったの。9月だか10月だったと思うんだけれども、なんかね、こういう業界の人っていうのはなんかこう納期を守るっていう概念が全くない、そういった状況の中で、去年から1月、300台ぐらいは作ったのかな。これがね300台ぐらいは多分作ったと思う。で、順調なのかななんて思ってた瞬間にまた今度コロナです。敵はコロナでした。この液晶の部分を、台湾に発注はかけてるらしいんだけれども、台湾から製造元は、中国ということで全く納期未定。本来だったら2月の20日だったのかな、予定はね。全く3月の時点ではもう、未定です。どうなるかもわからないということで、4月の、20日ぐらいに急に物が届くよみたいな連絡があって、ようやくまたこの水温計が、販売できるようになりました。でこの3のものはここに USB がついてるんですよ。これでうちのホームページからアップデートできるっていう、こういうふうに仕様を変えましたよとか、新しくこういう車種が増えましたよとかっていうと、簡単にアップデートできるようなすごい機能までつけてるんです。すごいでしょこれ。で後から車につけて使い方等は説明しますけれども、本当にこれを作るのにもう社運かかってたわけね。もうあまりにも金使いすぎてもう潰れちゃうんじゃないかという、そういう勢いでやってます。でそういう商品っていうのは、ヤシオファクトリーの場合は基本的に売れるから作るっていうことではなくて、俺が欲しいから作る。メーカー系で俺が欲しいものを売ってれば作る必要ないんだよね。でもそういうものをメーカーが作ってくれないんで、もうしょうがなしに作ってるっていうことなので、売る当てを考えて作ってるわけではないので、例えばこれを通販に流して安く売られたりとか、そういうことをされることに対してものすごい怒りを感じるわけね。俺の愛情込めて作ったパーツをなんで通販用ごときに安売りされなきゃいけないのよっていうことなので、皆さんはね、安く買えることに対してなんでそんなこと言うのっていう考え方もある。それはわかる。でも俺の場合は、俺が作った商品っていうのは俺の宝物なわけね。宝物なんだよ。それをそんな安売りなんかしてほしくない。だからあまりにその問屋とかそういうところに卸すってことも本来は好きではない。
だいたい今時の問屋っていうのは本当の問屋として意味をなしてない。要するにこのパーツを1個あそこに直送してくださいねつってペーパーマージンを取ろうとしてるだけ。自分のところは何もしてない。そんなのそれブローカーって言うんだよ。問屋じゃないんだよ。本当に、うちでも何軒か付き合ってるけれども、問屋としてここはすごいなっていう問屋は九州にあるプランヒムだけです。あとはもうね問屋じゃないよね。だからそういうことを考えると俺の商品は大事に売りたいわけだってさ、いろいろこの何ヶ月もかけて開発していく上であんなこともあるこんなこともあったっていうドラマがあるわけよ。そういう思いがこの商品に詰まってるわけね。それを商品のこともろくに知らないような人たちがただ安く売るっていうだけの販売ルートに乗せて売られたら作った人はがっかりすると思うよ。だから俺は自分の商品を安かろうで売ってくれる人だったら手伝いはいらない。大手メーカーだって本来はそうなんだよ。でも数を売らなきゃいけないっていう論理があるから問屋に流して、通販に流れちゃう。通販屋が安く売っちゃう。そういう流れなんだけれども、まあ幸いにしてうちはね小さい会社だからそこまで売らなくてもいいよと。そういう会社が作った商材でも何万とか何千とか売れちゃうって、これは商品がいいから売れるんです。だからそこはちょっとヤシオファクトリーのパーツを買うときにはちょっとだけ考えてほしい。みんなのために頑張るから、そういうことです。ウォーターテンプ3です。まずこの水温計の最大の特徴は、シルビア S15 だったらここにあるんですけれども、カプラーオンでメーターが動くっていうことが最大の特徴です。車種によってOBD の、カプラーは場所はちょっと違うんですけれども、180は今後で、場所を見つけますね。180の場合はこうやって長い配線がこのヒューズボックスの下の方に入ってるんで、このビニールにかぶったこのカプラーを探してください。そしてこれで簡単にカプラーオンでつくようになりますので、これね見つからないっていう人いるんだけど、よーく奥の方探すと必ず13180はありますから。さあ水温計の画面が出ました。説明からいきますね。まずこの表示設定っていうのがあって、まあ1チャンネルで表示しましょう。チャンネルか。車速、このようにいろんな項目のエンジンのコンピューターから来てる信号を見ることができるんです。ですから岡ちゃんウォーターテンプとはいうものの、これは、日産のコンサルト機能を使った、
コンピューターの情報をここに出すことができます。すごいですよねこれね。例えばインジェクター今 1% です。こういう形で、インジェクターを出すこともできるんです。O2 センサー O2 センサーこういう形になりますね。これで水温になるってわけです。画面も大きくていいでしょこれ水温計で。あとはこのいいところワーニング機能っていうのがついてます。78度になりました。今のみたいにワーニング機能ですね、78度を超えるとこういう形で、ワーニング音も光も、ブザーも出るっていうこういう形です。これ何気にすごくない？すごいでしょ？はい、次はシフトポイントを変えます。これね、3900になるとこうなるでしょ。これって例えば、サーキット走っててハンドルの前につけとけば、自分のシフトアップのところをこれで合わせとけば、これを見ることによって当然視界に入ってくるんでシフトアップのポイントが分かるという優れものです。次はこの故障診断、故障診断で、エンジンをかけてこの故障診断で異常なしで出てますけれども、これは例えば、エアフローセンサーのケーブルに異常があったりするとエアフローセンサー異常とか、クランクアップセンサー異常とかっていう形で出てきます。これもコンサルトの機能を使った結果ですね。次アクティブテストですね。アクティブテストっていうのは例えばこれ燃料ポンプこうやってオフにするとエンジンが止まります。これはどういうことかっていうと、例えばプラグがかぶっちゃった時、燃料を止めてこうクランキングをしてクランキングをすることによって燃料の、プラグのかぶりを取ってで今度ポンプをオンにしてエンジンがかかるというそういった形の、使い方をするのがベストですね。で次です。今度はシリンダーテストっていうのがあります。これはシリンダーテストっていうのは例えば、こうやって1番を落っことして、これ今3気筒になってます。1番がオフになってます。これ今2番がオフになってます。これを押すとオンになります。こういうことで例えばプラグが1本死んでます。1番が死んでました。でこれを1番が死んでたらこういう形で1番がもし死んでる場合はこういう形で3気筒のまま音が変わらないので1番プラグ死んでるなっ
っていう形で発見ができます。わざわざ、プラグを外して何番死んでんだろうなとかっていうことをしなくても簡単にできるという優れものですね。こういう機能がついてます。基本的には水温として、表示することが、目的ですけれども、そういう形でいろんな、機能がついてる優れもんだということです。今回、3になって液晶も、ちょっとお金をかけていいものにしたので白バージョンになって、視認性も良くなりました。それから、ここの部分ですね、ここの配線もよくここをこう引っ張って取ったりすることによってここの配線を切れたりしたことがあったので、ここももうカプラーじゃなくて埋め込みタイプに作り変えました。またもう一個、これは、普通の一般車用ですけれども GTR バージョンということで、ここを GTR っていう形のプリントに変えたものも作ってみました。どうですか？欲しくなっちゃったでしょ？これは、ヤシオファクトリーのホームページから、e ショッピングで購入できますから、これを見てほしいなと思う人はぜひヤシオファクトリーのホームページに行ってください。今回 YouTube として、うちの商品を宣伝するのは初めてですけれども、それだけこれはニーズが皆さんのニーズがたくさんあるということで、今回約200台ぐらいまた仕入れたので、ぜひ買ってほしいと思います。以上です。便利だと思うよ。スピードリミッターだもんね。今チューニングするとスピードリミッターは解除しちゃうんで、コンピューターの方で例えば200キロでスピードリミッターをつけるとかできるよね。なかなか200キロ出す人ってそんないないんだけどね。俺の場合はほらもう350キロとか400キロとか出しちゃうんで、リミッターついてても意味ないねということです。きたね。あれに使うんですか？きったねえなこれ。バリエットだぞこれ。すげえなこれ。開かねえじゃねえかよ。とりあえずこれであれ使うよ。お前バツンって切って。あ、そう。